少しムービーでアートアクアリウムとは何ぞやを見ていただきたいと思います。今までの累計有料入場者数がすみません730万人で、一番最初ですね、アートアクアリウムというのはスカイアクアリウムという名前で六本木ヒルズの森保センターギャラリー52階で始まったものが一番最初です。最近はね金魚っていうふうに思われる方が多いと思うんですけれども、一番最初はですね、7、8割は、熱帯魚で、2割3割にジャポニズムエリアというギャラリーというエリアを使ってその金魚をテーマにした和の世界観を作っていました。でもおかげさまでこれが大好評で、4回やったんですけど100万人の来場者があって、で天空から舞い降りた宝石のような魚たちは和の衣装を身にまとい日本全土へということで、これが金魚を主軸として、日本の世界観をテーマにしたアートアクアリウムの始まりです。2010年に一番最初に京都で小さな2週間ほどの展覧会をやったのを皮切りに、日本橋で正式に2011年震災の時にオープンしました。でそれからですね、日本中をですね、北は北海道、南は沖縄までのジャパンツアーを毎年重ねているんですけれども、この2013年の年にですね、この日本橋での、いわゆる入場者数が単体で50万人を超えて、これで2014年はですね、たくさんの開催もやったこともあるんですけれども、日本橋では65万人、日本全土では200万人近いお客様が、入られたという年になりました。これで2015年、これは記念すべき、いわゆる世界遺産京都二条城の普段人が入れないエリアで、野外でアートアクアリウム、それをやった最初の年でありまして、たった5時間の夜の営業時間にもかかわらず50日間で30万人入りました。でだんだんこの辺からですね、和をテーマっていうのを通り越してですね、リアルジャパンを体現したいということで、日本の伝統芸能、伝統工芸、伝統産業、そういったものといろいろコラボレーションをして、こういう着物もそうなんですけれども、自分でいろいろと、作っていって自分の作品の中に込めていくようになりました。それで海外からのオファーはたくさんあるんですけれども、3年先までぐらいですね、大体スケジュールが詰まっていたのでなかなか出れず、イタリアのミラノだけは僕が大好きだったので強引に行ってやりました。でヨーロッパの人たちは非常に喜んでくれてですね、今でもイタリアに行くと、本当有識者からすごい評価されて、アルティスタと言ってですね、イタリアのアートの世界で結構なんかこう偉そうにあることもできたりとかしております。はい。で15年もですね、二条城、これはもう定期的にやって、今年もやるんですけれども、今もちらっと映りましたけどね、本当にこのもう雨の中のアートアクアリウムとか本当にやばいですから、ぜひ見に来てください。月明かりもありますし、星もたくさん出ています。それで昨年ですね、10周年を迎えまして、10周年記念祭ということで、東京、大阪、金沢の3都市で10周年記念祭で、ありがたいことに10年を迎えてなお、日本橋72万人80日間で最高記録で、大阪もたびたびやっていたんですけれども、62日間で47万人有料入場者最高記録、そしてその後に金沢で、開催をするんですけれども、初めての公立の美術館で、金沢の21世紀ミュージアムでやったんですけれども、29年で20万人、このミュージアムの持っているすべての記録を今僕は持っております。そういうようなことでですね、いろんなところでやりながら、記録を塗り替えたり、たくさんの方に来ていただいて、今730万人。それでちょっとね、この後、やらしく宣伝があるんですけども、今年はですね、7月の7日に日本橋がオープンしておりまして、でそれが終わった後ですね、10月の25日から、京都二条城もやりますので、ぜひ来てくださいという、宣伝をちょっとさせていただきました。はい。それでですね、このアートアクアリウムその先へということで、このアートアクアリウムはこの映像を見てですね、どういうものかということは分かっていただけたと思うんですけれども、ここに来てなんかちょっと話せという指令が出ましたのでですね、自分の心の声が人生をアートにする、そんなスルーラインに合わせて、このアートアクアリウムができるまでのですね、僕の数奇な人生をちょっとお話しできたらと思います。一番最初その心の声というものが聞こえたのがですね、そうですね、高校を卒業して、浪人生をして大学受験をしてた時でした。その時ですね、もう数ヶ月で大学受験本番という時にある方との出会いで、熱帯芸をちゃんとやりたいから店長やってくれって言われたわけですよね。
でそんな話があってもですね、これから始まる熱帯魚屋さんで、葛飾区の水元公園というところの東京の外れの小さなもう10坪もあるかどうかの熱帯魚屋さんだったんですけど、そこの雇われ店長として人生のね、いわゆる社会人としての一歩を始めるのか、それとも大学受験を頑張って、受かればの話ですけれども、ちゃんとしたね、社会のレールに乗ってですね、社会人への階段を歩むのか、そういうその選択肢に迫られたときに自分の心の声はなぜか熱帯魚。ただですね、熱帯魚が大好きで始めているんですけど、大好きでビジネスにはしてません。それでなんでじゃあしたのって言いますと、僕は幼少の頃からですね、漠然と何か目的があったわけじゃないんですけれども、なんかこう世界とつながりたい、日本だけじゃなくてもっと広いところに行きたいっていうなんか野心とか野望というか欲求がありました。でその時に、僕みたいな何にもない人間からしてみると、熱帯魚のビジネスってね、世界中から輸入されてくるわけです。だから何にも持ってない僕からしてみたら、もうその熱帯魚の業界っていうのがもしかしたら世界に行くための架け橋なんではないか、そういうふうに心の声が判断をしました。そしてその話を受けて始めるわけですけれども、金と場所は用意するから適当にやれみたいな感じだったんで、自分のいわゆる同級生とか後輩とかを集めてですね、切り盛りして売り上げを上げて2店舗にして小売店を問屋さんにしました。それで大きくしていくんですけど、5年経ったぐらいでですね、いろんなちょっと諸事情もありまして、また心の声を聞く時がありました。それは独立するのか、自分が大きくした会社に残るのかのどちらかです。その時の自分の心の声は、独立でした。いろいろな諸事情があってのそういうことでしたので、十分な資金を蓄えてとかいうことではなかったので、もう割ったけのちょっとしたお金をかき集めての苦しい独立だったんですけれども、なんとここでですね、僕が一番最初に独立をして会社を作ったのはフィリピンのマニラです。おっかないところですね。たくさん人死んでましたね。ですが僕はですね、本当ね、実は本当にそんなに裕福な家庭に生まれてなかったので、飛行機も乗ったこともなかったし、外国に行ったこともなかったんですよ。だから憧れてた。だからね、フィリピンのマニラに自分の会社を作りに行った時、初めて飛行機乗って海外行ったんですよ。だからもう比較対象がないから、うわすげえここ外国じゃんっつって、もうキラッキラキラッキラねその辺に血とかついてるのに思ってたことを覚えてまして、そんな能天気じゃないけど、一生懸命ね頑張って、なんでじゃあシッパー氏にフィリピンに行ったのっつったら、熱帯魚屋さんを問屋さんっていう業態に変えるところまでは自分の詳細でやってきたわけです。だからその先を見たいということで、いわゆる海水性熱帯魚の産地のベースであるフィリピンというのはシッパーといって世界中に魚を送ってるわけですよね。でそのいわゆる先を見たいということと、やっぱりその世界とつながりたいという自分の心の声に従ってフィリピンに行ったわけです。でそのビジネスがまた、運のいいことに多少、それなりに当たりまして、フィリピンのその会社っていうのはですね、やっぱりあそこに2年もいるとなんか死ぬか人を殺すか自分が死ぬかのどっちかぐらいになるので、早々に2年ぐらいで引き払いながら、並行して、アジアで言えばインドネシアやベトナム、アメリカで言えばマイアミだとかハワイ、というようなところに行ってですね、なんかご機嫌なリゾート地ばっかりですけれども、確かにそのいわゆる赤道直下で熱帯魚がいるところなわけですよ。そこに自分でこう足を直接運んでですね、自分でその魚を選び、そして、パッキングをして、そしてシッピングをする、そういったことをいわゆる自ら全部自分が目を通してやるという、いわゆる木村クオリティですよね。それをやって世界中を旅しながら熱帯魚を日本中に送ってました。それがやっぱりその辺の、いわゆる現地のいい加減な人がやるのと全然違いますから、もう木村クオリティ、ハイクオリティですので、相場が全然高い値段だったんですけど、いっぱいの人が買ってくれてですね、もう、いい商売をさせていただいていました。だけどですね、そこでまた自分の心の声を聞く時が現れるわけです。忘れもしない28歳の秋の出来事です。僕は6月生まれの誕生日なので、夏よりも前なんですよね。そうするとですね、いわゆる20代の夏とかいうね、このすごい美しいこのフレーズがですね、あと1回しかないことに気づくわけです。そこでマジかよ、でそれ終わったら30歳で本当の大人になっちゃうじゃんとかまだ言ってるんですけれどもかなりのプレッシャーだったわけですよね。それでまたプレッシャー考えちゃうわけです。おいおいちょっと待ってよ、60歳まで働いたとしたらね、おぎゃーと生まれて今までの時間と同じ時間働かなきゃいけないんだよ。本当にこのままこれだけ続けてていいのかな。ビジネスは本当にうまくいってました。はい。だけど心の声がねまた言うわけですよ。ノーだと。なので、ビジネスをですねちょっと縮小して、かっこいい言い方をするとセミリタイアしましてですね、本当にビジネスは回ってましたので続けていけば、それはいい商売まだできたかもしれないですけど、ただ今となってしまえばね、
桁が違うことになってるし、今ちょっとそういうビジネスっていうのは下火になってるので良かったんですけれども、心の声がダメだと、それで僕はいわゆる人生の旅に出るわけです。忙しかったんで結構お金が貯まっててね、いい商売もしてたんで、そのお金と、ビジネスをいわゆる縮小することによってできる有り余った時間ですよね。なんか有り余った時間とお金を使うだけの生活ってなんか素晴らしいですよね。そんなことをですね、すぐに1年半ぐらいでお金はショートするんですけども、すぐにね、フェラーリ買いに行っちゃったりとかしてね、そういうことをやってたんですけど、そこでいろんなもう人生の旅ですよね。今まで行ったことなかった熱帯地方じゃない、いわゆるヨーロッパのイタリア、フランスとかね、いろんな人が誘いを受けてイベントやら会合やらに出かけて、いろんな場所へいろんな人を見ていったんですよね。でそういった時に自分の心の声がノーだよって言ったという意味が分かりました。それはね、クリエイティブがやりたかったんです。はい。それが何で分かったので、熱帯魚のいわゆるね、トレーディングビジネスって本当に楽しかったし、自信を持っていい仕事だって言われるし楽しかったんですけれども、一つだけなかった。あれはね、僕は海のやつをやってたんで、全て天然物だったんです。だから神様が作った地球の作った作品ですから、僕という人間がクリエイティブとして入る余地が全くないものだったんですよね。だからそれを右から左へ動かすだけだったんです。だからクリエイティブというものを抜かせばその世界というのは最高だったんですけど、僕の心の声はクリエイティブをやりたかったんでしょうね、きっと。それで気づくんですけれども、その人生を旅にしている時にその時間とお金があって、それを使い切るんですけれども、その時に分析したわけです。じゃあそれ一体僕は何に使ってたのと。やっぱりアート、デザイン、エンターテインメントに関わるようなものにそのお金と時間をつぎ込んでたってことも分かりました。そしてもう一つまた分かったことがあります。世界中を回っていて、僕が大好きで始めてビジネスとして成功して、そして知識もスキルもノウハウもルートも持っているアクアリウムという世界と、僕が大好きなアート、デザイン、エンターテインメントというクリエイティブの世界が本当の形で一つに融合しているものがこの世の中にないということに気づいたんです。心の声が言いますと、木村行けと。ここで本当はすごい紆余曲折な大変なことがいっぱいあるんですけれども、話すとね時間がなくなっちゃいますから、それをねこうガーッとやってるうちにですね、運がいいことにあっという間にですね、一番最初の冒頭にもありましたけれども、森アーツセンターギャラリーという普通クリエイティブをやってて個展を開くような人だったら、人生の上がりのような場所でデビューをする運のいい男だったんです。でそれがもうデビューが決まってやることになったんですけど、プロジェクトが進行していくに従ってアートアクアリウムというものは思いのほか本当にお金がかかるので、スポンサーもなかなかまだつかなかったりとかして、全部ね、森アーツセンターギャラリーって美術館エリアが3つと展望台エリアとかで構成されてるんですけど、ギャラリーエリアやめて展望台エリアだけでどうかって言われたんですけど、心の声が強気でノーです。それだったらやらねえと。でそんなこと言ったらね、普通だったら展望台エリア全部任されてお金いっぱいもらうだけのビジネスになるんですけれども、心の声はノーで突っ張りました。運よくスポンサーもついてやれる運びになるんですけれども、今度は資金がショートします。本当お金かかるんです。あと分かる。だからもうちょっとお金ください、もうちょっとお金くださいって言うんですけれども、ついにこれ以上はもう出せませんと言われました。はい。でその時にそもそもですね、でも僕は自分のこの声は普通だったらそんだけのお金がバーンと入ってきたら、はいこれ自分の取り分でここでクリエイティブをやるって決めると思うんですけど、僕はこんな場所でね自分の個展をやらせてもらえることはもう人生ないなと思ったんで、本当全部つぎ込みました、心の声で。でなおかつ足りなくなった時に心の声はね、自分の金も入れろって言うんですよ。自分の金も本当に入れました。それで生まれたのが今のアートアクアリウムでもいまだに一番人気で象徴である花魁です。1000匹の金魚が泳いでるやつです。当時のスカイアクアリウムの時はアートアクアリウムのこういう実績もありませんし、金魚がそれほど本当にフィーチャーもされてませんので、事あるごとに資金がショート詰まると、皆さんはねやっぱり周りの人は世界中から集められてきた宝石のような熱帯魚、珍しい魚、サンゴ、水草、そういったものに期待してるんで、金魚やめてしまえと。金魚やめればできるじゃんって。あれすっごいお金かかるんで。だからそれに従ってたら、で僕の利益を多少でも残すないし、未然を切らない判断をしていたら花魁は生まれてないんです。ただ僕は絶対にあの花魁は作りたかった。心の声に従って花魁を作ったからこそ、今この10年続いているアートアクアリウムが存在している。
損得感情とかそういうことじゃなくて、心の声、そういったものに従ったからこそ、今こういうアーティストとして紹介されている、僕がここに立っているということを皆さんにお話ししたいというか、させていただきました。そして皆さんに一つメッセージを送るとならば、事実は小説よりも奇なようなね、そういうような人生を歩んできた僕ですけれども、本当に人生は芸術よりも美なり、本当にそういうようなことがあるんだよっていうことを、ちょっとした僕の人生の歩みを聞きながら感じてもらえたら嬉しいなと思って、今日の講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。木村さん、ありがとうございました。